おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。新年一発目はですね、アコースティックギターの弦高下げですね。単なる弦高下げであれば、皆さんご存知の通り、ブリッジサドルのこの部分を削っていけば、下げることはできるんですけれど、アコースティックギターでよく見かけるのは、この部分を限界まで低くしても、まだまだ弦高がすごく高いっていう症状に当たることがよくあるんですね。物理的にもうこれ以上削れないと。で、そういう時にどうしたらいいかっていう方法をご紹介したいと思います。昨年のですね、4月だったかな、スミヤグッディ富士店というところでリペアクリニックっていうコロナになる前は3、4ヶ月おきにやってたイベントなんですけれど、そのリペアクリニックにご参加いただいたお客様のギターですね、これは。その時はこの時間内ではどうすることもできませんということで終わったんですけれど、改めて直接またご依頼いただいて根本的にじゃあ直しましょうということでお預かりしました。このギターはヤマハなんですけれど、ヤマハのブリッジっていうのは塗装がされてるケースが多いですね。これはローズウッドのブリッジなんですけれど、そのローズウッドのブリッジを黒く着色をしてで塗装してるんですね。なんちゃってエボニーみたいな感じですね。で、これ今、現在の弦高が1弦側で 3.3mm、6弦側で 4.2mm もあるんですね。今回ご紹介する方法っていうのは、ブリッジの厚みがある程度厚くないとできないです。修理の方法をまず最初に簡単にご説明します。まずネックがまっすぐであること。ナットの高さとかも正常であること。これ以上ブリッジサドルを削ったら、もう溝に完全に埋まってしまうんですね。ブリッジの厚みを少し削ってあげるんですよ。で、ブリッジの厚みを削って、さらにブリッジサドル溝をもう一回深く掘り直して、で、それで新しいブリッジサドルを作り直してセットして、それで完成です。一応流れとしてはそういう流れになります。はい、それではですね、まず各寸法を確認しないといけませんので、寸法を測ってきます。ノギスで。で、これはブリッジの一番上の面からブリッジサドルが飛び出している寸法を測ってます。1弦の部分と6弦の部分です。さらに、ブリッジの一番中央の部分の厚みを測ってます。あともう一点、ブリッジサドルを取り外して、一番中央部分でのブリッジサドル溝の深さを測ってます。計測した結果がこうなりました。ブリッジの厚みは約 10mm でした。ブリッジサドル溝の深さが 4.8mm ですね。ブリッジサドルが飛び出している量、寸法が1弦側が 1mm と6弦側が 2.6mm でした。弦高は今現状 3.3mm と 4.2mm ですね。で、これはあくまで私の基準なんですけれど、ブリッジの上面からブリッジサドルがこの飛び出している量、寸法ですね。この部分 2.6mm と 1.0mm、今回の場合は。この寸法が約 2mm 弱必要だと感じてます。私はですよ。実際にはこの寸法がわずか 1mm でもいけるんですよ。ただピエゾとか敷いた時にここのね出っ張りが少なくなると下へ押さえ込む圧力が弱くなりますから、最低でも 2mm 弱ぐらい、1.5mm が限界かなとかね、そのぐらいのイメージで今までやってきました。もちろんこれは人によって考え方違いますので、あくまで私の場合の考え方として捉えてください。はい。で、もうすでに、1弦側が 1mm なので、これ以上削ることはできないですよね。で、6弦側も、例えば 2mm 弱残すんであれば、2mm としましょうか。そうすると、あと 0.6mm しか削ることができないと。ここのブリッジサドルの部分で 0.6mm 削るということは、12フレット上で、約半分、つまり 0.3mm しか弦高は下がらないことになります。でつまり今弦高が6弦側で 4.2mm ということは 0.3mm 低くなったところで 3.9mm にしかならないんですね。次は計測した寸法からどのぐらいブリッジの厚みを
削ったらいいのか、そういったことを逆算してね、計算していきます。最終的にまず仕上げたい、原稿。今回の場合は1弦側が 1.7mm、6弦側を 2mm にしたいというふうに設定しました。それを実現するためには 3.3mm-1.7mm、つまり 1.6mm 弦高が低くならないといけません。で、6弦側は 4.2mm-2.0mm ですから、弦高が 2.2mm 低くならないといけないです。じゃあ12フレット上で 1.6mm 低くしたい、 2.2mm 低くしたいということなんであれば、ブリッジサドル側ではその倍ですから、1弦側で 3.2mm、 それから6弦側で 4.4mm、今より低くしないといけないんですね。まずじゃあ1弦側からご説明します。1弦側は今飛び出している寸法が 1.0mm です。こっから 3.2mm 下げるということは 2.2mm ブリッジの上面より低くなるってことですね。さらにそっから 2mm ぐらい削らないといけないんですね。そうしないと、2mm の寸法が確保できませんので、そういうふうに計算していくと、1弦側は約 4mm 削る必要がありますと。で、じゃあ次6弦側。今、この飛び出している寸法が 2.6mm です。4.4mm 今より低くしたいと。その場合、1.8mm 埋まったところで希望とする弦高が実現できるわけですね。で、さらに飛び出し分の寸法を考えると、プラス 2mm としたら約 3.8mm ですよね。なので、6弦側も 4mm 削ればいいだろう。というふうな、計算結果になりました。ここが一番重要ですからね。この部分を目測とか適当なあれでこのぐらい削ればいいやとかっていう風にやっていくと、最後に辻褄が合わなくなってきてしまって、ブリッジ圧削りすぎただとか、もしくは削る量が少なくて飛び出しのね寸法がまだギリギリになっちゃったとかっていうことになりますので、この計測が一番重要です。しっかりここは計測してください。最後にこのブリッジサドル溝の深さですね。このサドルの溝の深さは、4.8mm でした。中央部分で。ブリッジのこの厚みを 4mm 削るということになると、この溝の深さがもう完全になくなっちゃいますよね。ブリッジサドルの溝も新たに深く掘り直さないといけないということがわかります。4mm もブリッジの厚みを削るっていうのはあんまりないですね。このケースの場合はブリッジの厚みが 10mm もあるので 4mm 削ってもまだ 6mm は残ります。6mm っていうと結構ぺったんこになっちゃうんですけれど、ちなみに限界はですね 5mm ぐらいかなと思ってます。5mm を下回ると本当にサウンド的にもペラペラな音になっちゃう境目っていうのが自分の中のルールとしては持ってます。今回 4mm 削るっていう結果になりましたけれど、これが 1mm 削ればいいとか 2mm 削ればいいとかっていう場合もあるんですね。でその場合はもし元々のブリッジサドルの溝の深さが深ければ多少 1,2mm 上の面を削ってってもブリッジサドルの溝がある程度余裕があるので、安定するんですよ。ですからそういう場合はブリッジサドルの溝は新たに深く掘り直さなくてもいいというケースもあります。でブリッジサドルの溝を深く掘り直すんですけれど、元々のその溝、底の部分だけもう少し深く削ろうと思った時には完全に元の溝をエポキシとかで埋めてからもう一回新たな新しいドリルなりで掘らなきゃいけないんですね。元々のブリッジサドルのこの溝の幅が 3mm だとしましょう。3mm のところに同じ 3mm のドリルの刃で深く削ろうと思っても絶対もうジャストの位置には絶対合わないんですね。合わすことは不可能です。どうしても多少細いドリルの刃で、例えば 2.5mm で底面を掘りますと、うまく底面が掘れたはいいですけれど、元々のブリッジサドルの幅っていうのは 3mm ですから底面はこういう形になっちゃうんですね。
なので、じゃあどうするかって言ったら、のみとかでこう一生懸命こうやって削るか、拡大鏡かなんか使って細いビットでこの側面をどんどんこう削っていくしかないんですけれど、どうしてもそういうふうなことをすると綺麗に平面にこうぴったりなんて削れないんですよ。なのでブリッジサドル溝を深く掘らなければいけない場合に関しては、一旦ブリッジサドルの溝をエポキシで完全に埋めます。これも私の場合はというふうに一応伝えておきます。これ今何をしてるかっていうと、この底面とか溝のこの内壁、付着したゴミとか、この場合塗装もされてるので、もしかしたら塗料がね溝の内部にも付着してることもありますので、あらかじめ取り除いておくっていうことですね。エポキシで埋める前に。これ削った粉がですね、紫色、ローズウッドの色なんですよ。まずはエポキシ樹脂でブリッジサドル溝を埋めていく作業です。私が使ってるエポキシっていうのは、毎回ご紹介してますけれど、このシステム3っていうエポキシですね。かなり粘性が低いサラサラの状態です。溝とかがこう傾いてたりすると、どっちかにこうドバーッと流れたりしてしまうので、このように水平器をこういうふうに当てて、埋める部分が水平になっているかどうか確認します。エポキシ樹脂をこのように爪楊枝で垂らしていって、ドバーッとねこういうふうに流し込んで埋めていきます。で、今回の場合はもう4ミリも削るので、エポキシ樹脂が量が足りなくても全然もう後で4ミリも削っちゃうんで問題はないんですけれど、1ミリ2ミリしか削らないっていうことであれば、表面張力でエポキシがこうボコッとね盛り上がるぐらい持っておかないと、まだこう完全に埋まりきっていないっていうことがありますので、多めに盛るようにしてください。横からこうダラダラダラって流れてしまうっていうこともあるので、そこは気をつけてくださいね。5時間6時間するとだんだんこう粘性が高くなってくるんですよ。その段階でもう一度こうやって持ってあげると、最終的にポコッとね十分盛り上がるぐらい盛れますので。で、これで72時間、3日間ですね、完全に硬化させます。完全に固まったら今度は粗めのペーパー、これはもう100番でも150番でも何でもいいです。表面を整えます。見ていただくと分かる通り、ちょっとへこんでる部分があると思います。中央の部分。この辺は気にしないでいいです。削る量が多ければ。はい。で、お次はミニルーターを使って4ミリのガイド溝を掘ってあげます。カンナで削っていくんですけれど、目測でこうガンガンこう削っていくと、1弦側、6弦側、それから中央ですね。この部分が均等に目的の寸法まで削れないといけないんですね。ここまで削りますっていうのが分かるように、ガイド用として今溝を掘る準備をしています。いきなり4ミリっていう深さを掘れないので、今ここで2ミリに設定してます。2ミリの深さの溝をこのように掘ります。もう2ミリ深くして、ちょうどその溝の深さが4ミリになるように、このガイドの溝を今掘ってます。だいたい 3.8 ミリとかそのぐらい少し浅めに掘っておいた方がいいと思います。4ミリジャストで掘ってしまうと、表面整える段階でね、多少 0.23 ミリとかこう削れてしまうので、はい。で、お次はカンナでこのようにガシガシと削っていきます。一方向だけじゃなくて、反対方向からこう削ってみたりとか、いろいろね、やってみて、こう逆目とかになってしまうと、木材がこうベロンってこうささくれてめくれ上がってしまうので、その辺注意しながらね、やってってください。一番最後の方になるまではあんまり気にしなくても、思いっきりこうガンガンこう削ってっちゃっていいと思うんですけれど、で、あとはそうですね、カンナで削る方法ではなくて、ミニルーターである程度の面積をルーターで掘っていくっていう風な、方法もあります。で、私はこういうカンナで削る方法に落ち着いたって言っときましょうかね。なんでかっつったら、なんでだろうな。両方やったことあるんですけれど、
なぜかこのカンナでやる方法に落ち着きました。この方がなんかこう安心感があるんですよね。でもうこれだいぶ目的の厚みまで全体が削れてきたところです。こう最初の状態から比べるともうすごくこう平坦になってるってことがわかると思うんですよ。でもあとわずかですね。このぐらい残ってます。目的の寸法まで。でこのぐらいの寸法になったら今度は粗めのペーパーで最終的なガイドの溝が消えるまで削っていきます。最終的にガイドの部分まで完全に消えたらこれで厚みの整え作業は完成ですね。最終的に600番ぐらいまで削っていくんですけれど特にこういうところですね角っこの部分こういう部分は丸みをつけてあげたり形を整えます。でサイドの部分も完全に塗装を剥がしてしまいます。側面の部分は剥がしませんよ。側面の部分は剥がそうと思うと塗装面まで傷つけてしまう恐れがあるのであくまで上面の部分だけ、塗装を完全に剥がしていきます。後で黒い染料で着色しますので、次はブリッジピンの穴をこういうふうに形成していきます。これね専用のこういうドリルがあるんですよ。形を成形します。で試しにこの段階でブリッジピンをはめてみます。大抵ねこの段階では奥まではまんないことが多いんですよ。ブリッジの厚みをあれだけ削ったのでね。適宜このようにブリッジピン専用のリーマーで、穴を広げて調整していきます。さらにいらない弦をはめてみてブリッジピンと弦を同時にはめた時にちゃんとブリッジピンがこうはまるかどうかそれも確認します。で大抵のブリッジピンは弦の通る切り欠きがありますよね。ブリッジ側もこういうふうに弦の通る切り欠きをしないと、うまくはまんないとかっていうそういうケースもありますので、ここはケースバイケースで、処置していきます。これはクレーター状にした部分をペーパーがけして整えている表面を滑らかにしているところですね。はい。で、ここまで終わったらどんどん番手を上げていきます。これ多分240番ぐらいかな。で、360番ですね。はい。お次は新しいブリッジサドル溝を掘っていくんですけれど、その前に、オクターブのチェックをしましょう。もともとのブリッジサドルのその溝の位置が、6弦側は特にねかなり後方に寄ってることが多いです。経験上あくまで私の想像なんですけれど昔はねアコースティックギターの原稿っていうのは、それこそ 2.7mm、8mm 当たり前だったと思うんですね。間違ってたらごめんなさいよ。年々今までこう経験してきた中で原稿は別にもう低くてもいいじゃないかっていう低くするっていう人の方が圧倒的に増えてきたような気がしてるので、それこそ30年40年前とかに作られたギターであればアコースティックギターはじゃあ原稿 3mm で設定しようかとかっていう工場出荷時の設定はそういう今よりすごい高い設定だったんじゃないかなって勝手に思ってます。要は原稿が高くなればオクターブの位置っていうのは後方へずらさないとオクターブ合いませんので、今回のケースの場合は、最終的に1弦側が 1.7mm で、6弦側を 2mm にしたいっていうことなのでブリッジサドル溝の位置も適正に合わす必要があるんですね。これはブリッジサドル溝の位置を決めるためのジグなんですけれどスティマックから売られてます。このようにナットから12フレットまでの位置に合わせた後に
くるっとこうやって反転させてあげて、このように、1弦側と6弦側の位置が正確に割り出せるようになってるんですね。でこれどのぐらい実際のスケールラインから後方に寄せてるかっていうのは、これ人それぞれ違うと思うんですけれど、ちなみにですね、私の場合は、はい、これですね。わかりますか？この、要は1弦側と6弦側、どのぐらいこのね、針の先端がどのぐらい出っ張ってるかっていうんですけれど、1弦側が約 1.5 ミリ、実際のスケールより後方へ設定してます。で、6弦側が4ミリかな。4ミリです。はい。で、このように、位置をですね、細いシャーペンとか、ボールペンでもいいんですけれど、記します。で、今度はその記した部分を元にこうやって直線を引きます。これがサドル溝を掘る位置ということになります。この段階で弦を張って、オクターブをね、チェックします。6本全部弦を張ってチューニングをされた状態を再現しなきゃいけないので、2、3、4、5は適当なプラスチックスのね、板とかそういうのをブリッジサドル代わりにしてチューニングしていきます。1弦と6弦は 1.7 ミリと 2.0 ミリになるように、約でいいんですよ。これが例えば 2.2 ミリになったとしても、もうほとんど誤差の範囲なので、だいたい 1.7 から2ミリの弦高になるようにドリルで合わせていきます。私たちプロの場合は2ミリとかね3ミリの部分っていうのはこれぐらいね、ドリルの刃もう 0.1 ミリ単位でもう全部揃えてますので、この中から適当な太さのを取ってこういうふうに1弦と6弦側にセットして、それでチューニングをしていきます。チューニングメーターで確かめてるところです。開放で鳴らした時の音と12フレットを押さえた時の音、つまりオクターブがこれで合うかどうかチェックしています。で一応ね、もうドンズバでこの段階で合ってます。ほとんどこの合ってる状態で真上からこのように目視でね確認します。見ていただくと分かる通り直線を書きましたよね。位置がここだっていうところで、その部分ともう完全に合ってますよね、頂点の部分が。ですから新たに掘る溝というのはドンズバ真ん中に、掘ればいいっていうことが分かります。でね、例えばこの段階でちょっと6弦側はもう少し後方でぴったり合うんだよなとかっていう場合が出てくると思うんですよ。でその場合はブリッジサドル溝の頂点を後方へずらしてやるとか、そういうふうな工夫をすることで、合わすことができます。ここまでチェックが済んだら実際に新しいブリッジサドル溝を掘っていくんですけれど、千枚同士で1弦側と6弦側に位置を記してあげてマスキングテープを剥がします。でこのポッチがそうですね、位置ですね。6弦側はこんな感じです。オリジナルの位置よりかは1ミリとか 1.5 ミリとかこうネック側へ寄ってますよね。中央線も書いて、左右の、位置もここまで掘るっていうのが、記してあります。はい、ちょっと尺が長すぎちゃいまして、合計40分ぐらいになっちゃうんですね。なので、パート1とパート2前半後半に分けますので、引き続き、パート2の方で、お楽しみください。よろしくお願いします。